皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、スウェーデンの新型コロナウイルスに対する対策とその現状について見ていきます。新型コロナウイルスは欧米において非常に大きな感染爆発を見せ、多くの人々の命を奪っています。しかし、感染爆発の中心地の一つであるヨーロッパにおいて、スウェーデンは他の国に比べるとはるかに緩い政策をとっています。他の国においては、都市封鎖といったものが行われ、もう外出禁止令などが出された国などもたくさんあるわけですが、スウェーデンにおいてはそうした光景は今のところありません。そのため日本においてもこうしたスウェーデンを見習うべきだといったような声もあるわけですが、では実際スウェーデンではどのようなことが起こっているのかというのを今回は見ていきましょう。まずはスウェーデンの基礎情報から見ていきましょう。人口は約1000万人。首都はストックホルムで人口は100万人。面積は約45万平方キロメートルですが、これは日本の約 1.2 倍ということで、それほど国土面積においての大きな差はありません。感染者数は約2万1000人。死亡者については約2500人となっています。日本の感染者数というのが約1万5000人。死亡者が約500人となっています。それでは記事を見ていきましょう。集団免疫作戦のスウェーデンに異変。死亡率がアメリカや中国の2倍超に。より多くの人をウイルスにさらすことで集団免疫を獲得するというスウェーデンだけの人体実験には国内から反対も出始めている。都市封鎖、ロックダウンに頼らない独特の新型コロナウイルス対策で知られるスウェーデンで感染者が増え続けている。しかもアメリカジョンズ・ホプキンス大学の集計によれば、死亡率は4月30日時点で 12% 超。これは感染者が1000人を超える国の中で6番目に高い割合で、現在の感染拡大の中心地で死亡者も最多のアメリカ約 5.8%、ウイルスの発生源とされる武漢市がある中国でも約 5.5% と比べても2倍以上の高さだ。新型コロナウイルスの感染拡大を抑える対策としては、北欧諸国も含むヨーロッパの多くの国が全国的な封鎖措置を取り、厳しい移動規制を敷いている。こうした中、スウェーデンは全国的な移動規制や外出制限をしないという独自路線を貫いており、ストックホルムの通りの人でもカフェの客入りも一見普段通りだ。その緩い対策は世界的にも論議を呼んできた。集団免疫戦略の効果は、スウェーデンはこれまでに2万1000人近くが新型コロナウイルスに感染したと報告しており、このうち2500人近くが死亡している。感染者の死亡率はノルウェーの 2.6% の6倍近く、同じ北欧のフィンランド 4.2% やデンマーク 4.9% と比べても3倍近くに上る。かつて中国以外で最も高かったイランの感染者死亡率 6.3% もスウェーデンの半分ぐらいだ。感染者数を見ても、スウェーデンの感染者数はデンマークの2倍以上、ノルウェーの3倍近くで、フィンランドの4倍以上に達している。感染者の回復状況も思わしくなさそうだ。スウェーデンは4月に何度か感染者の回復を報告しており、最も多かった25日には一気に455人が回復したと発表しているが、それ以外の報告はない。その一方で、感染拡大が始まった3月上旬から、新たな新規の感染者の数は増え続けており、同国の公衆衛生当局によれば、4月29日には新たに681人の感染が確認された。新型コロナウイルスの感染拡大に対するスウェーデン独自の対策は、ウイルスにさらされる人の数を増やすことで集団免疫を形成し、感染拡大の第2波を防ぐという作戦の一環だとされている。スウェーデン公衆衛生局の疫学者であるアンダーステグネルは、4月下旬に BBC の番組に出演し、我が国の死者のうち少なくとも半数は高齢者施設の中で集団感染した人々だ。封鎖をすれば感染拡大を阻止できるという考え方は理解しがたいと主張。スウェーデンの方法はある意味で功を奏している。私たちの医療システムが崩壊に追い込まれていないことがその証拠だと述べた。テグネルは4月21日、アメリカの番組にも出演。スウェーデンの首都ストックホルムの住民のうち最大 20% が新型コロナウイルスに感染したことがあると述べ、ストックホルムの人口の15から 20% がすでに免疫を獲得していると確信していると主張。これは完全な集団免疫ではないが、ウイルスの再増殖を抑制し、感染の第2波が訪れるスピードを抑える効果はあるだろうと述べた。
学者たちは今すぐ首都封鎖を。スウェーデンではソーシャルディスタンシングが守られなかった場合、例えば店の中に一定数を超える客を入れたなど、当局がレストランに閉鎖を命じる可能性があり、50人以上の集会は禁止されているとニルソンは説明し、さらにこう続けた。経済を守り、可能な限り店舗閉鎖や従業員の解雇を回避することも重要だ。そうしなければ、ウイルスのパンデミック、世界的な大流行がもたらす二次的なダメージによって多くの人が死ぬことになるか、医療に必要なリソースが減ってしまう可能性がある。異例の対策には国内の一部専門家から批判の声も上がっている。カロリンスカ研究所のセシリア・セーデルベリ・ナウクレル教授もその一人だ。彼女をはじめとする2300人近い学者たちは3月末、政府宛ての公開書簡に署名。医療システムを守るためにもっと厳しい対策を導入するよう求めた。感染があまりに速いペースで拡大していることが心配だと彼女は今週ラジオ番組の中で語り、感染者の多い地域、イタリアのアルプスやイランから帰国した市民が最初にウイルスを国内に持ち込んだ時の政府の対応が遅すぎたと批判した。彼女はさらに4月に入ってからロイター通信にこう語っている。今すぐストックホルムを閉鎖する以外に選択肢はない。国が完全な混乱状態に陥ることがないように状況をコントロールすることが必要だ。外出制限をしないという方法はこれまで誰も試していない。それなのになぜ国民の同意なしにスウェーデンが初めてその方法を試さなければならないのか。スウェーデンでは高校や大学は閉鎖されてオンライン授業になっているが、16歳未満の子供たちは今も学校に通っている。レストランやバー、カフェやナイトクラブも着席スタイルのサービスは許されており、買い物は普段通りにできる。最初の基礎情報にもあったように、スウェーデンは日本と国土面積はさほど変わらない地域において人口は1000万人しかいません。それだけに人口が分散している状態であり、日本のような過密状態というものは相対的に少ないものです。そのようなスウェーデンにおいて多くの人々が命を失っているにもかかわらず、現在の戦略が続けられているには一つ理由があります。その理由というのが考え方です。スウェーデンの考え方の一つとして、高齢者の人が病気で死ぬのは自然なことであるという受け止め方があります。この言葉を聞いてそんなの当たり前じゃないかと思われる方もおられるでしょう。しかし日本においてはこうした考え方と逆らっている面があります。その一例が延命治療についての考え方です。日本においては衰弱した高齢者が自分の力でご飯を食べられなくなった場合において、そのまま放置するのではなく、胃に直接栄養を送り込むための穴を開けてそこにチューブを刺すといった行為が行われています。これは何も特殊な例ではありません。また、同じように高齢で衰弱した人に対して心臓が弱くなって自発呼吸が難しくなってきたなといった時に人工呼吸器をつけて延命治療をするといったこともあります。この胃ろうと人工呼吸器というこの2つを組み合わせることによって人間はなかなか死ななくなるのです。スウェーデンでは一般的にこうした人工的な延命治療を衰弱した高齢者に行うことはほとんどないと言われています。自力でご飯を食べられなくなった、自力では呼吸が難しくなった高齢者に対して、それらについては死が近づいたサインであると受け止めて、人々が死を受け入れる体制が整っているのです。新型コロナウイルスの特徴の一つとして、年齢が高いほど重症化率が高いということが分かっています。同じように基礎疾患のある人も重症化率が上がります。こうした特徴というのはスウェーデンの人々にとっては受け入れやすい病気であるとも言えます。もしも今回の新型コロナウイルスが全く逆の特性を持っていて、年齢層が若ければ若いほど多くの人々の命を奪うような病気であったならば、スウェーデンは他の国々と同じように都市封鎖などを行ったと私は考えています。一方、日本においてこうしたスウェーデン方式を取り入れた場合、一体何が起こるのでしょうか。確かにスウェーデン方式を取れば経済的な活動はある程度保障された状態です。ですから経済活動が萎縮して、それに伴う失業者が溢れるといった可能性は非常に少ないものがあります。しかし一方で高齢者の人々に多く命を失う人が出てきてしまいます。日本の文化的な面においてそうした現実はなかなか受け入れられるものではないでしょう。少なくとも日本における新型コロナウイルスの死亡者数というのは感染爆発が起こっている欧米に比べれば桁数が少ないものがあります。アジアの他の国々に比べれば多くなっているという状況ではありますが、少なくともアメリカやヨーロッパの国々ほどではありません。
しかし、スウェーデン方式を取れば、この死亡者数というものがもっともっと上がってしまうのは明らかなのですから、私は安易にスウェーデン方式を称賛すべきではないと考えています。ただし、ここで一つ注意点があります。スウェーデンの方式を今日本に取り入れるのは私は称賛すべきではないという話をしましたが、同時に今じゃなければこの方式というものは日本にも十分使えます。というのも、たとえ治療薬ができても、たとえワクチンが打たれるようになったとしても、残念ながら病気を根絶するということはほぼ不可能な状況になっています。ですから、このウイルスというものについては、残念ながらある程度、世界中のどこかで常に発生するような状況になるでしょう。しかしそのような時においては、インフルエンザや風邪のように、いつもある光景の一つとして新型コロナウイルスが残ることになります。その時に非常に大事なのが、ウイルスとの共存するという考え方です。スウェーデンの場合はこれがあくまでも時期が早すぎるという話だけであって、治療薬やワクチンができた後というのはスウェーデン方式というのは別に日常的な政策として私たちの生活に馴染むものとなります。これは以前から私が何度も言っていますが、現在行われている自粛の要請といった感染症対策というのはあくまでも時間稼ぎこそが本来の目的なのです。感染のピークを下げ、そして時間を稼ぐことによって治療薬の開発であったり、ワクチンの開発をもって、ある程度一般的な病気の一つとして社会が受け入れる、そこまでの犠牲をなるべく少なくするというのが感染症対策や経済対策の肝なのです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。